はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日の動画は、先日私が行ったアルバイトのお話をしたいと思います。そのアルバイトというのは、今流行りの闇バイトではありません。皆さんは先月の10月に何があったかを覚えてますか？そうです。衆議院議員総選挙です。そして、私が行ったアルバイトというのは、その出口調査でございます。私のチャンネルの視聴者の皆さんは常識のある方ばかりなので、選挙には当然行かれていると思います。投票を終えて出口に行くと、外で待ち構えているあれです。経緯をお話ししますと、10月中旬に私が以前お世話になった派遣会社からメールがありました。この派遣会社というのは、私の派遣社員人生の中で一番長くお世話になったところになります。具体的な仕事内容としては、札幌市の同じ区内の4カ所の投票所で各2時間ずつ出口調査を行うというものです。開始は朝の7時から始まって、2時間の出口調査を終えたら1時間の移動時間兼休憩時間を取り、次の2カ所目も同じく2時間調査を行う。終わったらまた1時間の移動時間兼休憩時間を取る。その繰り返しになります。労働時間としては2時間 ×4 カ所で8時間となりますが、拘束時間としては間に1時間ずつ3回の移動時間兼休憩時間を挟むので、合計11時間になります。朝の7時から始まり、終わるのは夜の6時ということになります。これはあくまで今回の私の場合なので、他のところの出口調査がどのような感じで行われているかは分かりません。最初そのメールをもらった時、私は正直悩みました。というのは、拘束時間も長いし、あと10月下旬の北海道はもう寒いです。はっきり言って。でも私はやりました。後でお話ししますが、給料もまあまあ良かったですし、あとは一つの経験としてですね。それなので、札幌市内にお住まいの方で投票に行かれた方、もしかしたらあなたが行った会場に私がいたかもしれません。今回の調査の依頼元は私の地元の報道機関になります。出口調査には事前の研修が必要だったので、ある日の夜、派遣の仕事終わりに私はその報道機関に行って3時間弱の研修を受けました。内容としては個人情報の取り扱いについてとか、あと調査のやり方についてになります。研修の時に渡された紙のマニュアルには、具体的な応対の言葉遣いや、会話集みたいなものは特になく、そこら辺はこちらにお任せするみたいな感じですね。要は投票を終えた人を対象に一人でも多く聞いてくれみたいな感じです。具体的にはこんな感じになります。こんにちは。ただいま出口調査を行っております。もしよろしければご協力をお願いします。まず、小選挙区は誰に投票されましたか？続いて、比例はどの政党に投票されましたか？最後に、石破総理のどこが嫌いですか？みたいな感じでございます。今は昔と違って紙を使って調査するのではなく、タブレット端末を使うんですわ。今回はソニーのタブレットでした。やはり信用できないので、中国製のタブレットは使わないでしょう。で、そのタブレットには専用のアプリがインストールしてあって、投票を終えた人を捕まえて、そのタブレット操作で回答してもらうという感じになります。私は選挙がある際はいつも期日前投票に行きます。だってせっかくの休みの日曜日を投票ごときに使いたくないじゃないですか。なので今回の衆院選ももちろん期日前投票に行きました。そしたらですね、外で出口調査をやっていたんですよ。私はそれに協力したらですね、なんと私のと同じアプリケーションを使ってるんですよ。
この時私はすでに研修を受けていたので、内心、同じだと思って回答しました。ただし、報道機関は別だったので、質問内容は微妙に違いました。実際に出口調査の仕事をやってみた私の感想としては、疲れました。はい。そしてやはり寒かったですね。当日は朝7時スタートだったので、いつもより早く起床しなければなりませんでした。また当日の気温は最高気温は14度くらいでしたが、やはり朝は寒かった。確か7時の段階で、気温が5度くらいだったと思います。仕事を終えて帰宅した後、すぐに私は熱いお風呂に入りました。当日の私の服装は、ダウンジャケットはもちろんのこと、裏地のついた防寒ズボンにスノーブーツも履いて、手には100均で買ったウグイス嬢がつけている白い手袋をつけて、一応防寒対策はしたんですけども、やはり寒かったですね。日中のお昼は気温も上がり、少し暖かさを感じたけど、やはり寒かった。最初の方は私もギクシャクしていましたが、作業が慣れてきたと思った頃に仕事が終わった感じがしますね。はい。本当ラスト2時間は時間が経つのが早かった。ただね、夕方に天気予報にはなかった雨がパラついたのにはちょっと焦りました。今後もし出口調査をやってみようと考えている方がいらっしゃいましたら、天気予報が晴れ予想だったとしても折りたたみの傘を持参しましょう。でもね、ほんと雨は降らなくてよかった。多分雨が降ってたらもうみんな足早に帰ると思うんですよ。調査の間のインターバルの1時間について申し上げますと、車だから私の担当箇所は行えた感じがしますね。はい。歩きじゃ無理です。自転車移動もギリギリかもしれないですね。最初の募集の段階で車を使える方とはなってました。はい。あと、昼飯について申し上げますと、当初私は昼飯を途中のどっかの飲食店で取ろうと思ってたんですけども、移動プラス昼飯の時間を合わせて1時間なので厳しいと判断し、途中にあったセイコーマートで買ったカツ丼を車の中で食べました。あとは午前中の休憩と午後の休憩時間の間にコンビニで買った、おにぎりなどを食べたりしていました。トイレは基本立ち寄ったコンビニで利用させてもらいました。ただし、もらったマニュアルにも書いてありましたが、投票会場のトイレを利用しても良いことにはなっていました。私は2時間で最高60人の方に答えていただきました。昼間の時間帯ですね。皆さん本当にご協力ありがとうございます。そして協力してくれたのは男性が多いです。だいたい夫婦で来てるんですよ。そしてどうしても前を歩く旦那さんが対応しがちになります。女性の回答は少なかった。断られること自体も女性の場合多かったです。これは調査する側の見た目に問題があったかもしれません。ちなみに投票会場はどの年代が多かったかというと、皆さんのご想像通り、やはりジジイババアが圧倒的に多かったです。稀に若い女性も来るんですよ。そうなったらもう突進ですね。すみませんみたいな。そしてこれは言っちゃいけないのかもしれないんですけども、若い女性の場合にだけ追加の質問があるんですよ。それは何かというと、どんなパンティ履いてるのになります。これは私の意思ではなく、タブレットのインカメラで対象者を AI が認識して自動的にどんなパンティ履いてるのと表示されるシステムになっています。多分これは他の報道機関でも同様のシステムになっていると思います。そして気になる肝心のアルバイト代ですが、事前の研修でも時給が出ます。そして当日の時給、それに当日の交通費を合わせまして合計になりました。このアルバイト代を高いと思うか安いと思うかは
あなた次第。そしてこのお金は私の車の冬タイヤの購入費として消えるのでありました。最後にですね、次回また同様の依頼が来たらどうするかと聞かれたら、季節次第ですね。そう思いました。あとは今後の選挙が行われた際、私は出口調査の人に対しては積極的に答えてあげようと思いました。はい。ということで本日の動画は以上です。もしこんな派遣社員に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。